はい、こんにちは。小豆島のキョンシ濱家です。というわけで、今日はですね、究極のカニを使った卵かけご飯を思いついたんで、それをね紹介していきたいと思います。で、今ね扁桃腺が腫れてて結構喉が痛いんですけど、それがねトロトロっと食べれたらいいなと思います。で、僕が使うカニといったら当然いつものあのカニです。そのカニがこちら、よいしょと、渡りガニです。3匹です。3匹とも全部メスでございます。で、こちらの渡りガニとかの詳しい説明とか豆知識とかはですね、前回じゃないな、ちょっと前のわたガーリックの動画でご紹介してますので、そちらをどうぞ。で、今日はですね、こちらの渡りガニ3匹のメスからお腹いっぱいにお腹いっぱいに入ってるかわからんですけど、卵がいっぱい入ってるんで、その卵を生で取り出して味噌もそこに入れて、それを漬けにして、で熱々のご飯の上に乗せて丼にしちゃおうという、そういう企画です。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。はい、じゃあまずですね、全部のカニを割っていきます。で、今年はですね、カニが大変少なくて、タコがその代わりすごい多かったんですよ。この1匹はうちのカニで、2匹は知り合いの漁師さんにいただきました。じゃあまず殻を割っていきます。このふんどしを捕まえて、でここもね仕切りましょう。これ結構ね今匂いがしました。なんで匂うかっていうと、卵を産んだ後ってこの卵が腐ってね結構匂うことがあります。これ品質には問題ないんですけど、心周りをちょっとよく洗いましょう。ちょっと洗ってあげる。ほら、これも卵を産んで多分すぐっていう感じなんですよ。卵がちょっと残ってる。これもちょっと匂うんで、これももう取って軽く洗います。で、3匹目も取る。これは洗わなくても大丈夫そうなんで、そのまま開けて、よいしょ。はい、望み通り卵がいっぱい入ってますね。で、取って、でこちらのざるの中に卵と味噌を入れていきます。卵はねこっちの中にも入ってるんで、ここも取ります。だから卵がパンパンなやつはね、ここがほら黄色いんですよ。だからこれがね卵入ってるか入ってないかよくわかるんで、ここを見てもらえればなと思います。で、全部入れて、で入りました。殻は置いておきます。そしたら次、この身の方のエラを取っていきます。こちらもエラを取ります。ピンクのカニエラエボシは貝殻じゃない、なんだっけ、貝の一種なんでね、気にしなくていいです。虫じゃないから。でもう口も取って、はい、こうなったら割り方、前こうやってとか言ってたんですけども、そんなしなくても割れます。普通にねちぎればいいんですよ。で、中のカニを味噌と卵も入れてあげる。よし。じゃあこれ卵と身に分けることができました。全部やっていきます。で、カニが多い年はタコが少なくて、タコが多い年はカニが少ないんですよ。なんでだと思いますか？そう、タコがねカニを食べてしまうからなんですよ。僕的にはカニが多い方が好きなんですけどね。だから今年はタコが豊漁なんですね。これカニで、これ少ないな。ちなみに今現在8月の半ばなんで、もうカニの、卵入りもおしまいです。だからこの動画が見られる頃にはね、また来年か冬にしないといけない。でも冬はめちゃくちゃカニが高いんでご注意ください。その代わり3倍は美味しい。で、最後のも硬いやつは多分ね卵の入りが悪いんですわ。これまんま入っちゃった。で、カニ洗わなくていいのっていうコメントがたまにあるんですが、僕は洗わなくてもどうにもなったことがないので、大丈夫かなと思うんですが、自己責任でお願いします。はい、じゃあこれで身と卵に分けることができました。で、今回卵と味噌だけでやろうと思ったんですけど、ちょっと少ないなということで、カニのいつも僕が言ってるこの大きい身のとこだけをちょっといただきます。それじゃあまな板をご用意。で、僕いつも普通のキッチンバサミだったんですけど、今回100均でねカニ切りバサミというものを買ってきました。カニが非常に切りやすいそうです。で、足のこの付け根から、ここをこう斜めに切っていきます。はい。で、斜めに切れたらこの周りの殻を取ります。で、ここ結構癒着している場合があるので、癒着しているところはハサミで切り取っていきましょう。で、最後の癒着部分を切って、はい、これで無事に身が取れました。この殻もね置いときます。これ今回だしに使います。これを何匹か分やっていきましょう。トゥットゥットゥとで剥いて、で身をちぎり出す。可能だ。
先にここを切った方が取りやすいですね。よし。はい、これでいくらか身が取れました。はい、じゃあこれにこの身を軽く叩いて、これで入れていきます。よいしょ。ちょっと汚れてるかなって思うんで軽く洗います。まあでもほんと気持ち程度でさーっとで、これでもう水を切るだけで OK。 じゃあボウルに醤油で昆布醤油も入れます。でみりんをちょっと加えて、で酒もちょっと。アルコールを飛ばすなんてもったいないからしません。アルコールは大事です。そしたらここに生姜を加えて、たまたま冷蔵庫にあった入れる予定になかったんですが、すだちを少々加えて香りをつけましょう。でごま油もちょっと入れて、で混ぜる。で本当は沸騰させた方がいいんだろうけども、冷ますのが待つのが待てないのでこのままいきます。でこの中に味噌と身と卵をつけますと。でまあ行儀マニアに負けるわけにはいかないので、ちゃんとゴムヘラで取ります。これでもちょっとあんまり取れんから負けるかもしれないですね。よし。でちょっと舐めたら辛かったんで砂糖をちょっと加えます。で混ぜて、はい、じゃあこれで、漬けだね。そしたらこれを冷蔵庫で冷やしておきます。はあ、ゴールデンタイム。実は今日はですね、暴飲暴食の日なんですよ。ただ毎回カメラがあるのもね、僕はちょっと疲れたりもするんで、今日はプライベートということで、じゃあから朝からいただきます。はい、でこちらの身なんですが、こちらの身はね、いっぺん煮沸消毒します。さっとね、沸騰したお湯に入れていきます。理由は後ほど分かります。さっと消毒。よし、はい、じゃあこれでさっと煮沸消毒できたら水の中に入れていきます。でまたこれに水を入れて沸騰させておきます。よし。でこちらのカニをいつも洗わないんですが、今回は軽く洗っていきます。でこの大きいの1個はね、ちょっと盛り付け用に置いておきます。これ盛り付け用です。であとの軽く洗います。はい、じゃあ軽く洗いました。そして洗ったカニを、沸騰はまだしてないけど、沸騰直前のいいところに入れていきます。待ちきれない性格なんで。これで15分ほどボイルしていきます。はい、じゃあ15分間特にすることもないので、酒を飲みながら最近買ったですね、圧力鍋の取扱説明書でも読みながら過ごしたいと思います。はい、じゃあなんやかんや空になってしまいました。そろそろ15分ぐらい経つ頃ですね。下まで酔っ払ってきてるのが。はい、じゃあ15分経ちましたんで開けていきます。オープン。こんな感じでカニもしっかり湯がかり、汁も出てますね、だしも。じゃあ火を止めて、でボウルとざるを用意して、この中に入れてだしも取っていきます。これでいいか。でこっちの身はね、冷まして熱っ、またね普通に食べたいと思います。でこちらが黄金のカニスープですね。でこれを冷まします。でこれが冷めました。これ冷めました。で洗ったお米に、そしたら1号線まで加えていきます。よし。そしたらご飯をセットして待てないので早炊き。金返せ。でもうしっかりね、使ったであろうこの味噌と卵の漬けを出して、でざるにあげて、よいしょ、軽く汁気を取りましょう。はい、これで OK。 そしたら木の台に笹ので甲羅を置いて、でここに卵と味噌を入れます。よし。これは前回には
カンジャンケジャンの時と一緒ですね、見た感じは。そして競技マニアへの必勝法、ゴムヘラを使います。ベロンベロン舐めてもいいんですけどね、別に今酔ってないからできない。はい、これで単品ならワタリガニの味噌卵漬けの完成です。で、米が炊ける間ちょっと暇なんで、ワタリガニ汁を作ります。鍋を用意して、ワタリガニの身をいくらか入れていきます。よし、で身が入ったらほぐして、でほぐしながら殻が入ってないかの確認です。で、ここにさっきワタリガニを湯がいた汁を入れる。で、火をつけて、でここに塩少々、それと昆布醤油を少々、そしてネギを加えたら、はい、これでパパッと簡単カニ汁の完成。それでカニの殻なんですが、ここがね捨てる際にめっちゃね破っちゃうので、しっかりね6割でこうやって取っといてあげましょう。これで大丈夫。いや、今ね1匹こうガジガジしてて、これご紹介したら役に立てるんじゃないかなと思いました。ハサミでするとやっぱハサミが傷んじゃうんで、ぜひ。ついに米が炊けましたよ。はい、じゃあ米が炊けたようなので開けていきます。オープン。はい、ほんのりね米の色がしております。違うわ、カニの色か。ちょっとここじゃ入れにくいので、こちらでついでいきます。よいしょ。うわ、すごいカニのいい香り。はい、じゃあ米がつけました。これ2合でもよかったぐらいね。1合だと少ないかな。まあいいや。それじゃあご飯に卵の漬け、そしてカニ汁をご用意して、はい、こちら浜湯特製究極の卵かけご飯のまだ未完成です。それじゃあ炊けよう、始めようか。はい、じゃあ飲み干しちゃったんで、もう1個のビール2本用意してました。これを開けて継ぎます。ディスニーっておいて、いや、これはねやばいですよ。それじゃあいただきます。はい、じゃあまだこの2点が未完成ということで完成させていきましょう。まずご飯にですねこちらの味噌をかけていきます。それじゃあかけていきます。どうですか。うわやば。よく飾りとかね、飾りですよ。でこれね見た目より味が濃いんで、さらにここに黄身を追加で、緑がないのでネギを巻いて、そして浜ゆりの代名詞ともいえるいりごまを散らして、はい、こちらで、ワタリガニの究極の卵丼完成です。でこの子には撤収してもらいます。よいしょ。いや、これはねお店で食べたらいくらっていう。じゃあ卵を割って絡めて、卵ご飯だからちょっと混ぜましょうね。味噌と身が入ってます。これでいただきます。勢いよくいってネギが来たんですけど、めっちゃくちゃ美味しい。もう卵の甘みと味噌のコクで、身がちょっと入ってるから身の感じで、ご飯にもめちゃくちゃカニの出汁が出てて、カニそのものを食べてるような、そういう錯覚に陥ります。でそれがまた固形じゃなくてズルズルと口の中に入って、口の中に入った瞬間カニの超新鮮ですね。そこにこれ、うまい。これは本当に何とも言えないですよ。うまい。米もうまい。いや、これカンジャンケジャンのあれ丼した時に思いついたんですけど、本当美味しい。これだったら赤ちゃんでもねご飯4合いけますよ。でこの爆発的なコクにこのねカニ汁のさっぱり感が抑えてくれます。優しい。
これほんと米2合でもね全然いけましたね。これ米2合でいけるのを1合で食べるっていう、これがまた贅沢。でもちょっと残りも少ないんですが、味変と宣伝がしたいということで、私の海苔をねちょっと刻んで入れていきましょう。刻まなくていいか。これで最後の追い込み。超絶美味でした。ごちそうさまでした。はい、皆様本日もご視聴ありがとうございました。皆様いかがだったでしょうか。ワタリガニの卵と味噌と身をちょっと入れて、それをねカニの汁で炊いたご飯の上にのせて、言うことないですね。美味しかったです。皆さんも機会があればぜひ、お試しください。本日もご視聴ありがとうございました。じゃあね、チョッキンチョッキンチョッキンなで、この間ホタルの墓を見たんですね。ホタルの墓か、イントネーションが違う。